アーイシャ伝承。預言者、サラー・アッター・イーライ・ワサラームは、模様のある神さ、正方形の衣服を着て礼拝をされました。礼拝中、彼はその模様を見ていました。そして礼拝を終えると、こう言いました。私のこの神さをアブー・ジャハムに持って行き、彼のインビジャニや、模様のない毛織物の衣服を持ってきてください。この神さのせいで礼拝に集中できなくなってしまったのです。アーイシャ伝承。預言者、サラー・アッター・イーライ・ワサラームはこう言いました。私は礼拝中にその、神さの模様を見ていましたが、それが、私の注意をそらすことで、試練に遭うのではないかと恐れました。サヒーフ・アルブハーリー373。解説。礼拝、サラーは精神的な崇拝行為であり、その中でしもべは首位と高きアッターのお前に立ちます。そこでは謙虚さ、苦習と熟考が不可欠であり、悪魔、シャイターンがいかなる分け前も入り口も持つべきではありません。慈悲深い預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれは、礼拝の質の高め方を教える一方で、禁止された姿勢や、礼拝者の気を散らすあらゆるものを禁じられました。このハディースでは、信徒の母アイシャ、アッターが彼女を喜ばれますようにが、預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれが、ある日、ハミサという衣服を着て礼拝されたことを語っています。ハミサとは、黒い模様、アーラームや美しい線で装飾された絹、重形、または羊毛から作られた衣服で、黒い模様がなければハミサとは呼ばれないとも言われます。預言者様がその模様に一別を与えたところ、それが礼拝から気を散らしそうになったため、礼拝を終えるとすぐに言われました。このハミサをアブー・ジャフムの元へ持って行き、代わりにアブー・ジャフムのアンビジャーニアを持ってきなさい。それはたった今、私の礼拝から気を散らしたからだ。アンビジャーニアとは、模様のない、厚い羊毛から作られた衣服、キサーのことです。アブー・ジャフム・ブン・フザイフは、アッターが彼を喜ばれますようには、このハミサを預言者様に送った人物です。預言者様はそれを彼に返し、代わりに彼の粗末な衣服を求められました。これは、贈り物を受け取ってもらえなかったアブー・ジャフムの心を傷つけないようにするためであり、また、返却の理由を彼に伝えることで、彼自身も礼拝中にそれに気を取られないように警告するためでもありました。このハディースから得られる教訓、礼拝の妨げとなる原因から遠ざかること。預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれの教友たちに対する優れた接し方と慰めが示されている。美しい絵や模様のある衣服や敷物の上での礼拝は、嫌悪されつつも有効であること。なぜなら、預言者様はハミサを着たまま礼拝を中断せずに終えたからである。男性が模様のある衣服を着ることが許容されること。預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれは、可能な場合は最良の衣服を着用されていたこと。もしアンビジャーニアが気を散らさなかったり、気を散らす恐れがなければ、彼はアブー・ジャフムの、より良い贈り物を返さなかっただろう。贈り物をした人の心を慰め、親愛の情を示すために、贈り物を受け入れることが推奨される。預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれの高潔な人柄。彼は、相手の贈り物を軽んじていないことを伝えるために、粗末な衣服を求めた。預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれは他の人間と同様に心に思いがよぎることがあるが、それが止まることはなく、すぐにアッターへの親密な祈りに戻られる。色や模様、装飾など、礼拝者の気を散らすものはすべて取り除くことが推奨される。そして、礼拝を気を散らすものから守るべきであるという点で、意見の一致がある。モスクの装飾や過敏な飾り付け、文字や彫刻を入れることは、礼拝者の心を乱し、熟考を妨げるため嫌悪される。同様に、模様や装飾のある敷物の上での礼拝も嫌悪される。礼拝者は、気を散らすものがなく、心からの集中が保てる場所を意図的に選ぶことが最善である。礼拝における謙虚さ、苦習の合法性と、それを引き寄せる原因を実行し、礼拝中の気を散らすものすべてから遠ざかること。礼拝中に心に浮かぶ思いや迷いは、礼拝を無効にはしないこと。迷いが少なければ少ないほど、礼拝は完全であり、受け入れられやすいことは言うまでもない。視覚的なものや、目に見える物事が清らかな心や精神に影響を与えること。物事を見たり考えたりすることで礼拝中に気が散ったとしても、それが礼拝の回数に疑念を生じさせない限り、作風のさじだ、見落としの平服は必要ないこと。理由がある場合、贈り物を返すことは問題ないが、相手の心にわだかまりが残らないようにその理由を伝えるべきであること。